はい、こんにちは。愛知県豊橋市靴修理ラジアです。今日ご紹介する修理はこちら、ペックマンですね。ペックマンの、9010という型番になりますね。ラウンド2ではなくてモック2のモデルですね。こちらのソールの交換で、修理をお預かりしました。宅配修理で、岐阜県のお客様からお預かりしました。ありがとうございます。ソールなんですけど、いつものようにまたかよっていう感じで加水分解してやってますね。交換するソールの種類なんですけど、いつものようなこういうオリジナルのタイプではなくてビブラム100番という、よりゴツゴツしたですね、ソールを取り付けることになりました。仕上がりイメージがね、今のペックマンのスタイルからちょっと、雰囲気変わるので、仕上がりイメージをお楽しみいただければなと思います。それでは修理動画の様子をご覧ください。はい、それではいつものように、新しいソール交換するために古いソールを解体するところからスタートですね。今はヒールを取り外しています。ご覧のように長い釘でがっちり留められてますね。結構力がいります。釘の先端を見ていただくと分かるんですけれども、先が潰れているのが分かりますね。ソールの方に打ち付けてある釘も抜いていきます。こちらもちゃんと先端が潰れてますね。靴の中で釘が足に刺さらないようにちゃんと釘が潰れています。それではソールを剥がしていきたいと思います。マイナスドライバーで、きっかけを作って起こしていきます。きっかけを作ったら、靴底を剥がす用のペンチで、起こしていきますね。ここから先はソールが縫われているので、ペンチでは起こせません。刃物で糸を切りながらソールを剥がしていきますね。ソールを剥がすと、こんな感じになっています。ではミッドソールも剥がしていきますね。ミッドソールを剥がすと靴の内部が見えてきますね。中物の古いコルクを除去していきますね。結構べったりくっついているので、マイナスドライバーなんかでこそげ落としながら剥がしていきます。ではレッドウィング9010ペックマン、こんな状態です。コルク全面に新しくして、中にねシャンクちゃんと入ってます。ちょっとコルクので見えないですけどね、シャンク入ってます。こちらをソール取り付けていきたいと思います。まず、レザーのミッドソールをですね貼り付けて今回ビブラムの100番ソールですね、ビブラム100ソールを貼り付けていきたいと思います。はい、ではミッドソールを貼っていきたいと思います。接着剤が塗ってあるんですけど、業務用の接着剤はですね、一度乾燥させてこうやってヒーターで温めて
接着剤の表面を溶かしてから貼り付けます。そうすることで最大の接着力が出るので。革っていうと皆さんやっぱどっちかというと柔らかいものっていうイメージあると思うんですけど、ミッドソールに使ってある革とか靴底に使う革っていうのはものすごく硬くなってます。硬いんですけど、革っていう素材はちょっと履き込んでね、何度も同じ曲がったりすることですごくしなやかにもなるので、革の持つその素材の特性ってすごいですよね。レザーのミッドソールが貼れました。周りを荒立ちして、この表面がちょっとツルツルしてるので、こちらのグライダーでバフがけして接着性を良くしてからアウトソールを貼っていきますね。今回貼り付けるソールはこのビブラム100番っていうソールですね。こんな感じのソールになりますね。盛り上がってる山の部分のところが、13mm厚、結構厚いですね。なので履きにくいかと思いきやですけど、この谷の溝の部分は結構薄いので曲がりがすごく良くて、案外履き心地がいいのが特徴です。減りにも強くてね。はい、ではビブラム100ソールを貼っていきますね。はい、こんな感じで貼れました。それではね、ソール取り付け完了して、片方はもうヒール取り付けるところまで完了してます。まあ大体こういうイメージになりますね。この後ヒールを削って、もう少しシャープなシルエットに仕上げていきますね。もう片方はまだヒール取り付けてないので、ヒール取り付けのところをご覧になっていただきますね。はい、ではヒールを取り付けていきますね。積み上げ1枚とビブラム100ヒール取り付けていきます。ヒール取り付ける部分なんですけど、ここら辺がですね、ツルツルした表面でちょっと接着剤の効きが悪いので、ちょっとヤスリをかけて表面を粗くして接着性を良くしています。では仕上げに周りを削っていきますね。はい、ではソールの交換が終了したので仕上げの靴磨きしていきたいと思います。では靴ひもを取りますね。はい、では靴ひも取れました。靴ひも取らなくてももちろんメンテナンスできるんですけど、こんな感じで見えますかね。結構内側にここですね、ほこり溜まってるの見えますかね。めんどくさいんですけど、たまにでも靴ひも外してあげて、この内側もほこり取ってブラッシングでほこり取ってあげるといいと思います。馬毛のブラシでブラッシングしていきますね。
ではクリーナーで汚れを落としていきます。では靴クリーム塗っていきたいと思います。今回使用する靴クリームなんですけど、ツヤ感の出る乳化性クリームですね。ワークブーツなんでマットの仕上げでもかっこいいかなとは思うんですけど、ツヤが出る乳化性クリーム使わせていただきます。指で塗っていきますね。こういうつま先のつま先とかかかとあたりにちょっと傷ぶつけちゃったり擦れて色が落ちてるって気になる場合は、こういう色付きのクリームがあるので、つま先とかかかとに擦れやぶつけちゃった傷ができちゃった場合は色付きのクリームで磨いてあげるといいと思います。色付きのクリームでね取ってあげて、その部分だけ塗ってあげるといいと思います。これベックマンのようにね、ところどころ白いステッチが入っているものは全体を色付きのクリームで磨いちゃうと、そのクリームの色がついてしまうので、全体は無色で磨いた方がいいと思います。無色のクリームでもこの軽い擦れとか傷ぐらいだったら油分で色が濃くなるので目立ちにくくはなります。豚毛のブラシでブラッシングしていきます。やっぱりね、この豚毛のブラシでガシガシと磨いてあげることで一気にツヤが出るので、クロスでも布とかでねできなくはないんですけど、こうね、馬毛ほこり落としのとか仕上げに使う馬毛とは別に豚毛のブラシがあると仕上がりにぐっと差が出るのでおすすめです。では豚毛のブラシでブラッシングしていきます。では靴ひもを縛って完成ですね。はい、それではレッドウィング9010ベックマンのソール交換完了しました。ビブラム100ソールにソールカスタムですね。こんな感じに仕上がりました。ビフォーアフター変わりましたよね。この100番ソール、単純に地面に接している部分が厚いっていうのもあるんですけど、減りに強いので長い期間履いていただくことができるかなと思います。別の動画でも、ベックマンのソール交換について、ご紹介してますので、そちらもご覧になっていただければなと思います。この動画を見てね、自分のベックマンどうしようかなって、ソール交換の時の際の参考にしていただければなと思います。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよかったら、チャンネルのいいねや、こちらの方に出ておりますので、チャンネル登録ポチッとお願いいたします。それではこれからもいろんな靴やブーツの修理動画だったり靴磨きの様子、動画で配信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。